皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画では1920シーズンのリバプールの戦術をテーマに解説していきます。このシーズンのリバプールは開幕から27試合無敗、18連勝を記録するなど、プレミアリーグで圧倒的な強さを見せ、30年ぶりとなるリーグ優勝を達成しました。そしてこのチームを率いていたのがユルゲン・クロップです。高い守備強度と切り替えの速さを特徴とするゲーゲンプレスをベースに、組織的かつ再現性の高い戦術を構築し、この圧倒的な成績を支えました。では、このリバプールがどのような構造で勝ち続けていたのか、まずはその戦術から解説していきます。リバプールの戦術を語る上でまず外せないのが守備の強度です。この時期のリバプールはハイプレスやゲーゲンプレスといった守備をベースにしたチームと言えます。ただ、これをそのまま e フットボールで再現するのは難しく、特にリバプールの特徴でもあったウィングがセンターバックからサイドバックへのパスコースを切りながら寄せる、いわゆる外切りプレスなどは再現がほぼ不可能です。そのためこの動画では守備ではなく攻撃の構造にフォーカスして再現していきます。まずポイントになるのがサイドバックです。このシーズンは両サイドバックの攻撃性能が非常に際立っていました。右のアレクサンダー・アーノルドがリーグ戦で13アシスト、左のロバートソンは12アシストと、両サイドバックが2桁アシストを記録しています。ただ、この2人は同じサイドバックでも役割が異なります。アレクサンダー・アーノルドは単純に外に張るのではなく、やや内側でプレーしながら低い位置から攻撃を組み立てる役割。一方でロバートソンは高い位置を取り続けて幅を作る、よりオーソドックスなサイドバックの役割を担っていました。そして次にポイントになるのが前線の3トップです。マネ、フィルミーノ、サラーのトリオは非常に強力で、この時期のリバプールを象徴する存在と言えます。しかし単純な3トップではなく、フィルミーノが偽9番として中盤に下がり、空いたスペースにマネとサラーが入っていきます。この偽9番プラスストライカー的ウィングの構造が大きな特徴です。ただこれによって右サイドにはスペースが生まれます。サラーは中央に入り、アレクサンダー・アーノルドも内側でプレーするためです。そこで重要になるのが右のインサイドハーフであるヘンダーソンです。本来はピッチを広く動くタイプの選手ですが、このシーズンでは右サイドに流れてスペースを埋める役割を担っていました。年間のヒートマップを見てもその傾向がはっきりと現れています。このようにサイドバックの異なる役割、偽9番を中心とした前線の構造、そしてインサイドハーフの関与によってリバプールはカウンターだけでなく非常に完成度の高いボール保持を実現していました。では続いてこの構造を e フットボールの中でどのように再現していくのか、今回使用するスカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。チームスタイルはショートカウンターを使用します。最初に攻撃の核となる3トップの起用法から見ていきます。まずはセンターフォワードのフィルミーノの役割。ここはセカンドトップ起用。さらに選手指示でディフェンシブを設定することで偽9番の動きを再現します。陣線はフィルミーノの特徴に合わせてドリブルも守備もできる攻撃的なミッドフィルダータイプが理想です。続いてウィングのマネとサラーのポジションについて。この2人はどちらも偽9番が空きたスペースに入り込む役割を担いますが、プレーの特徴には違いがあります。サラーは足元でボールを受けてドリブルで打開する傾向が強いのに対して、マネは裏へ抜けてスペースで受けようとします。この違いを再現するために、右ウィングにはインサイドレシーバー、左ウィングにはセンターフォワード起用でラインブレイカーを配置します。どちらも中央に入る動きは共通していますが、受け方に差をつけることで攻撃にバリエーションを持たせることができます。さらに、マネの役割を担うラインブレイカーには、選手指示でラインダウンを設定します。これによって守備時は442のブロックを形成しつつ、サラーを前線に残すことでカウンターに備えるリバプールの特徴を再現します。次に右サイドバックについて、ここはセンターバック起用でプレースタイルがビルドアップの選手を配置し、アレクサンダー・アーノルドの内寄りでのプレーを再現します。またパス数値が高くスキルで低弾道ロブを持つ選手を起用することで彼の高精度のロングパスも実現できます。一方で左サイドバックには攻撃的サイドバックを起用し、シンプルに高い位置を取る役割を与えます。このようにサイドバックの役割の違いもスカットに反映させています。次に右のインサイドハーフ。
ここは右サイドハーフ起用でボックス2ボックスの選手を配置します。先ほど解説したように右サイドのスペースを埋める役割で、さらに守備的なタイプを選ぶことでヘンダーソンの攻守における献身性を再現します。続いて左のインサイドハーフ、現実でのワイナルドゥムのポジションです。ここは CMF 起用でボックス2ボックスを配置し、攻守のバランスを取る役割を担います。次に DMF、守備の要としてボールダッシュやスペース管理を担うファビーニョのポジションです。ここにはハードプレスの選手を起用し、リバプールの高い守備強度を再現します。続いてセンターバックについて、ここはファンダイクやマティプのようにゲーゲンプレスによって生まれた広大なスペースをカバーできるスピードと守備力を持った選手が理想です。最後にゴールキーパーについて、ここも現実のアリソンと同様に裏のスペースをカバーできる攻撃的ゴールキーパーを起用します。以上が今回のスカット解説です。では続いてこれらの選手がどのように機能するのか、試合でのプレーを解説していきます。まずはサイドバックのプレーから解説していきます。最初に右サイドバックのアレクサンダー・アーノルドの役割です。先ほど解説したようにパス数値が高く低弾道ロブのスキルを持つ選手を起用することで、低い位置から一気にロングパスで展開し前進の起点になります。今回はチームスタイルがショートカウンターで細かくつなぐビルドアップが難しい分、このプレーは非常に重要になります。次に左サイドバックについて、こちらはシンプルにサイドで高い位置を取りクロスを供給する役割です。今回の戦術における得点パターンの一つになります。次に DMF のプレーを見ていきます。このポジションで最も重要になるのがネガティブトランジションでのボールダッシュです。ハードプレスの選手を起用していることでカーソルを合わせて操作しなくても自動でボールを奪うことができ、相手を押し込み続ける厚みのある攻撃につなげることができます。
また、ファビーニョの特徴は守備だけではありません。攻撃の局面でも低い位置からボールを循環させるなくてはならない役割を担っていました。今回はアンカーではなくハードプレスを起用しているため、ポジションが下がりすぎず、より積極的にボールに関与できるのもポイントです。次に右サイドハーフのプレーを見ていきます。ここまで解説してきたように、このポジションでまず重要になるのが右サイドの幅を確保する役割です。インサイドハーフの選手を右サイドハーフとして配置する今回の起用法により、このタスクを安定して遂行することができます。さらに、ボックス2ボックスの選手を起用していることで、単にサイドで幅を取るだけでなく、フィニッシュの局面では内側に入り込み、ゴールに関与する動きも可能になります。このように、サイドでのサポートとインサイドへの関与、この2つの役割を兼ね備えることで、ボール保持に大きく貢献します。次に29番のプレーを見ていきます。先ほど解説したように、セカンドトップ起用でディフェンシブを設定することで、下がってボールを受け、ボール保持を安定させる役割を担います。動きの多いショートカウンターの中で、あえて静的な役割を持つことで、攻撃全体のバランスを取る、今回の戦術のキーマンです。
また低い位置で組み立てに関与することでワンテンポ遅れてゴール前に入っていく動きも生まれます。これによって目の前にスペースがある状態でボールを受けることができ、偽9番でありながら得点にも関与することが可能になります。さらにフィルミーノの特徴として欠かせないのが献身的なプレスバックです。攻撃時に低い位置を取っているため、そのままスムーズに守備に切り替えることができ、カーソルを合わせてプレスバックすることで即時奪回につなげます。また、偽9番として守備能力を備えたミッドフィルダー的な選手を起用していれば、この局面でよりボールを奪いやすくなります。次にフィニッシュの局面を見ていきます。まずは右ウィングのサラーが足元でボールを受けて局面を打開する場面です。プレーの難易度は高いですが、ここで個で剥がせるようになると相手の守備が崩れ、この後に紹介するメインの得点パターンも決まりやすくなります。次に裏へ抜けてスペースでボールを受けてのフィニッシュです。ここで注目したいのが3トップが作る逆三角形です。現実のリバプールでも頻繁に見られたこの形は、偽9番が下がり、ウィングが中央に入ることで生まれます。この偽9番からウィングへのスルーパスが今回の戦術におけるメインの得点パターンになります。me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing.
That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. I'm going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Just saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters. Tell me where they at, though. I'm the new pop, all I do is rap, though. Want me on your song, throw a couple steps, yo. Everybody wanna do the same thing.最後に解説するのがゲーゲンプレスです。ゲーゲンプレスとは、ボールを失った直後に即座に奪い返しに行くプレスのことを指します。相手はカウンターのために前へ出ている状態なので、そこでボールを奪うことができれば、一気に決定機へとつなげることができます。実際にユーゲン・クロップも、ゲーゲンプレスは最高のゲームメーカーであると語っており、このプレーの質と強度こそがリバプールの特徴であり文化と言えます。ただ、e フットボールの中でこのゲーゲンプレスを完璧に再現するのは難しいのも事実です。特に細かい連動やプレッシングの設計までは再現できません。そこで重要になるのが相手を深く押し込むことです。高い位置でボールを保持し続けることで、奪われた瞬間にすぐプレスをかけられる状況を作り、ゲーゲンプレスの成功率を高めることができます。このように今回の戦術はボールを保持している時間だけでなく、奪われた直後の局面すらもチャンスに変えることができる点が大きな強みです。Laser and charged particle beam weapons. Weapons activated. 以上、今回は1920シーズンのリバプールの再現を解説しました。サイドバックの役割分担による攻撃の組み立て、偽9番を軸にした前線の流動性、そしてインサイドハーフの関与によるスペース管理など、e フットボールでも非常に完成度の高い攻撃構造が特徴です。さらにその構造をベースにしながらショートカウンターというチームスタイルを組み合わせることで、実際のリバプールのようなスピード感と破壊力のある攻撃を再現することができます。守備面に関しては完全な再現は難しいものの、
ネガティブトランジションを意識することでゲーゲンプレスに近いプレーも十分に可能です。攻撃の構造で崩し、奪われた後もすぐに奪い返す。この一連の流れを作ることができれば、よりリバプールらしい戦い方になります。再現性も高く、実用性もある戦術になっているので、ぜひ一度試してみてください。では、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。